皆さん、こんにちは。古武館道場の山口と申します。今日もよろしくお願いします。今日はですね、合気道っていうのは投げ技が中心だというふうに思ってられるでしょうし、私もそう思ってたんですが、実はですね、相手を打撃する突きにも非常に有効なんだっていう経験をしたんですね。それは何かというとですね、一時60代になってからですね、極真空手始めたんですね。極真空手っていうのは、ここで止めない、本当に殴るんですね。ダンダンと殴るし、それから蹴りも本当に入れちゃう。顔面は殴っちゃいけないことになってるんですね。だけど、顔面は蹴ればいいんだっていうルールなんですね。ですから、毎回、下半身から上半身から頭までですね、お互いに殴り合うわけだから、ほぼ喧嘩みたいなもんですよね。しかも、年取ってるからとか若いからとか手加減全然、しちゃいけないわけで、するなっていうルールなんですね。稽古の最後に、じゃあスパリング行きましょう。皆さん準備してくださいって指導員が言うんですね。そうすると、スパーリングっていうのはすね当て、すねにスポンジの道具を当てるんですね。それと、これで直接だと相手の骨が折れちゃう可能性があるから、薄いけどもスポンジのサポーター、剣サポっていうんですけど、それつけるんですよね。それつけながらですね、みんなチラ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 お互いに見てるわけですね。あいつでかいなとかですね、あれは若いなとか、運動神経発達しそうだな、今日はやばいなと思いながらですね、見てたんですね。そしたらある時60過ぎに稽古してる人からメールが来てですね、若手が山口さんの月怖がってますよって言うんですよね。と思ったんですけども、怖がるのは私だけじゃなかったのか。みんな、やっぱお互いに怖がってるんですね。だけどね、私は、合気道はやってたけど、特にここが強いわけでもないし、それから腕が太いわけでもない、突きが速いわけでもないですね。だから、どうしてかな、私のパンチがそんなに効くのはどうしてかなっていうふうにですね、不思議に思ってたんですよね。それで思い出したのが館長から言われたですね、6種類の基本動作、それは月にも効くんだっていうことをですね、全身が一瞬で固まるんだっていうんですね。全身が固まると、かかとの反力がですね、全部剣に伝わるんですね。だから、この剣、こういう剣ですね、そこへですね、ここにかかとの反力がダンと相手に伝わるんですね。塩田館長はですね、踏み込んだ時にですね、膝を斜めにせり出すと、全体重がかかとの反力を取って相手に伝わるんだ。だから、毎日稽古してる基本動作っていうのはですね、そのままスキルも有効なんだってことを書いてあったんですね。でそれで、そうか、これなのか。これも、イラストなんですけどもね、この絵がとてもうまく書いてあるんですよね。ここを見ていただくとですね、このかかとの反力がですね、ドーンときて相手に伝わってるっていう絵なんですけども、なるほど。こういう形で全体重が相手に加わるから、腕の腕力だけではないですね。腕力がなくてもいいんですよね。体重が60キロ、70キロあれば、それが70キロがドーンと相手に伝わってくる。だからその伝わり方が、かかとの反力が、例えば膝を曲げたり、腰を曲げたりしてはですね、途中で逃げちゃうんですよね。だけど、逃がさないように、一本の合体になってドーンと前へ出てくる。それが合気道の突きなんですよね。空手の突きと何が違うかっていうと、空手の突きは、極真空手を教わって分かったんですけども、自分の軸を中心にしてですね、右手で突くときは左手で引くんですよね。だから、中心にして、常に反力をここで取ってるんですね。だけど、秋田の場合は反力を取るのはかかとなんですよね。どっちがいいというわけではないんですけども、全然そのシステムが違うんですね。それを分かりながら6種類のですね、基本動作をやると、さらに
自分の励みになるな。別にその実際に街で相手を倒すっていうことはないし、それから合気道の場合は相手に怪我をさせずに制圧できるから、そういう必要はないんですけども、ただ非力の要請っていうのはそういう使い方というか、そういう機能もあるんだなっていうことを分かりながら、稽古するとさらに楽しくなります。今日はそういうことでヒョンドゥさんの有効性ですね、月にまで有効だというお話をいたしました。今日はありがとうございました。またお目にかかりましょう。